モンスターをご紹介。モンスターを一言で表すなら、怪物が怪物を使って遊ぶ人生ゲーム。怪物の思いのままに人生がもてあそばれるゲームって考えるだけでも絶望でしょ。そんな絶望の中でうっすら見えるかすかな希望の光に必死に手を伸ばす物語。それがモンスター。例えば道を歩いていて突き当たりに来たとする。その時君は右に曲がったとしよう。それは君が自分の考えで決めたことで間違いないのかな。学校や職場で〇〇さんと仲良くなったとする。それは君が自ら望んだ結果で間違いないのかな。君が今日ファミレスで選んだメニューは、君が買った洋服は、君が考えに考えてした決断は本当に君が考えたもので間違いないのかな。でそんなもん間違いないよね。自分で考えて自分で行動してるんだから自分の考え以外にありえないよね。確かにそうなんだけど、そうじゃない。だってこの世には怪物がいるから。いかにもあなたのことを思ってるかのような口ぶりで耳障りのいいことを言ってくる人がいる。あたかもたくさんの選択肢が用意されているように見せながら、相手の都合のいいものを選ぶように誘導されることがある。自分の思い通りの結果を手に入れるために他人の行動や心を操り、しかも操られていることに全く気づかせない存在。それが怪物。普通じゃない？そんなやつ周りにたくさんいないって思ったよね。僕は思ったよ。そうなのよ。怪物っていうのはそこらかしこにいるのよ。有無を言わさず言うことを聞かせようとするあいつ。心配してるふりして出しに使おうとしてくるあいつ。君のためとか言いながら結局自分のために君を利用しようとしてくるあいつ。もう腐るほどいる。しかも残念なことにきっと僕や君も怪物の一人。自分が正しいと思うアドバイスを納得させようとしちゃうし、自分がいいと思う行動をやってほしいと思っちゃう。その時心の底から相手のためになると思い込んでしまっている。これがめちゃくちゃ厄介なのよ。操ってるつもりもなければ操られてる感覚もない。だって自分も同じようなことをしちゃうことがあるんだもん。それが普通だと思い込んじゃってるんだもん。つまりこの世は怪物だらけ。怪物が怪物だと気づかずに怪物仲間と生きている。でもモンスターに出てくる怪物は一味違う。僕たちみたいなレベルの低い怪物ではなく、怪物の思考回路を隅々まで理解した上で利用してくる怪物たちの親玉みたいな存在。まさにモンスター。そんなモンスターに対抗することができるのか。自分が怪物であることに気づくことができるのか。モンスターは怪物が怪物を使って遊ぶ人生ゲーム。自分が怪物であることに気づかない限りクリアできないベリーハードな人生ゲームと、なんか頭いいふりして喋っちゃったけど、つまるところモンスターは最高ってこと。モンスターは時間を忘れるほど最高ってこと。